始まりました。ドタバタ科学ラジオ。東京都市大学特任准教授、踊るサイエンスエンターテイナー五十嵐美希です。この番組ドタサイは私五十嵐美希のドタバタした日常を科学の視点からお届けするポッドキャスト番組です。井戸に集まって世間話や無駄話をした井戸端会議のように、日常の科学をテーマに聞いているあなたとも語り合っていきます。さらにこのポッドキャストを聞いて新しい出会いやお仕事ともつながれたら嬉しいです。そして良きところで YouTube でも公開していきます。ぜひチェックしてみてください。さあ、今日は5月13日更新ということで、自分ルールとかってありますか？なんか私は人生で3回欲しいと思った時点で買うっていうルールがあるんですね。最近ついに人生で3回目の欲しいを迎えたもの、サーモグラフィー。欲しいですよね皆さん。いらないで、これ温度をスマホの画面で色ごとに見られるやつなんですけれども、欲しくなった1回目はテレビの企画の監修で、なんか手の周りの温度を測りたいってなって、そうなるとやっぱサーモグラフィーの出番じゃないですか。その時は持ってないわみたいな、もう持ってないじゃんみたいな、サーモグラフィー持ってないじゃんっつって、2回目は胃腸炎で40度ぐらいの熱を出しまして、全身が痛かったんですよ。もうなんで、これどれぐらいどの部分が熱いのかなって気になって、もだえながら、うわサーモグラフィー欲しいってなったんですね。3回目が先日 FM 横浜のフューチャースケープに出演したんですけれども、その時にペルチェ素子っていうものの話になりましてね、2枚の金属板がありまして、それに電気を流すと一方が暖かくなって一方が冷たくなるっていう、不思議な性質を持つものなんですね。ワイン用の冷蔵庫とかにも使われているものなんですけれども、フューチャースケープでやっぱ欲しいなって思ってそれを買ったんですよ。でやっぱ温度が測りたいなと思った時に、なんでサーモグラフィー持ってないんだよって怒りが湧いてきまして、そしてついに購入しました。 Amazon で27,085円私普段秋月電子とかでは LED を10円とかで買ってるんですね。だから実験道具にしては奮発してるんですよ。いざ買ってみると思ったよりやることないなっていう本当私の力不足で豚に真珠状態みたいな感じになってて、もう持て余しちゃってるっていう。でね、これすごくて、スマホの充電器のところに取り付けて、でアプリを起動するとそのスマホの画面に温度が見られるんですね。なんですけど、これ最初カメラを多分前後逆に取り付けちゃったみたいで、なんかいろいろ机とか測ろうと思ったのに永遠に自分の顔が映ってるっていうこれなんでだろうと思ったら、カメラ逆じゃんってなってちょっとやったんですけれどもねはい、ちょっとやったんですけど、持て余してるよねせっかく買ったのに使わないんだよな、意外と。来るんでしょうね。でもふとした時にやっぱ4回目の使うタイミングが多分来るのかなって思ってるんで、あれいくらだったんですか？27,000円高いよまだ私の鼻しか測ってないっていうね。ちょっとぜひこれは皆さんにもサーモグラフィーで測ってほしいものを募集したいと思います。はい、映していいですか？今ちょっと起動してるんですけど、今挿して、でこれ電源つけてすぐ起動できるんです。いや、すぐできるとどうでもいいです完璧じゃん。もうすごい。僕も暑いです。30.2 度です表面温度なんでね。後ろに何かそういうのも見れるんですね。いたら怖いですね。これね、反応したらね、なんか後ろにいるってことですからね。熱があれば今のところ大丈夫ですよ、みたいな感じで持て余してるのでなのでちょっとぜひドタサイリスナーの皆さん、使い方あれば X とか、あとお便りとかでもお待ちしております。こんな感じで私五十嵐美希の日常の出来事含め買ったものリスト含めお届けしていきます。
この番組ドタサイではあなたからの井戸端会議のようなお便りも募集中です。疑問や質問、ドタバタしたエピソード、話してほしいテーマやふつおたも気軽に送ってください。ラジオネームやハンドルネームも忘れずにお願いします。ぜひあとね、皆さん自分のルールとかもあれば教えてください。すべてのお便りメールはドタバタ科学@gmail.com まで。メールアドレスはこのポッドキャストの概要にも入れておきます。番組の感想や応援などは X でハッシュタグドタサイをつけてポストしてください。ドタバタサイエンスラディオ、ドタバタ科学ラジオ第29回は、私五十嵐美希がリスペクトしている偉大な人、偉人特集第3弾をお届けします。今回はこの方です。水銀温度計を発明し、可視温度メモリを定めた物理学者ガブリエル・ファーレンハイト。今ですね、私もサーモグラフィーと一緒に生活してるんで、温度計のことしか考えられないんですね。で、あと5月14日が温度計の日ということで、なんとその由来がこのファーレンハイトの誕生日ということらしいですよ。なので、今私はどうしてもファーレンハイトについて話したい、もう温度のことを話したいということで、このドタサイでお話ししたいなと思っているわけです。で、こちらのファーレンハイトさん、なんか聞いたことあるよっていう人ももしかしたらね、いらっしゃるかなと思いますけれども、日本では気温とか、あと体温とかの温度って、今さっきサーモグラフィーでも摂氏の何度っていう風に表すことがほとんどですよね。ただアメリカとか、一部の英語圏では摂氏じゃなくて可視温度っていう、可視っていうのが、使われてたりすることもあるんですね。たまに映画とかで見てると可視の方で表現されている時とかもあったりして、でこの可視ってどういう字かっていうと、中華の華、中華料理の華なんですね。でこれがファーレンハイトの中国語表記にこの華っていう字が入っているから、この可視っていうそうなんですね。だからまさにファーレンハイト様々ですよね、この可視っていうね、いうことでね。でこのファーレンハイトさんの面白いところは、温度計のメモリを定めたことでして、じゃあ温度定めてくださいってどうやりますでこの定め方がもう個人的にもうズキュンって感じで、この世で一番冷たい温度を温度計の0度に定めたいって思ったらしいんですね。でその頃の一番冷たいもので言うと、皆さん何だと思いますかね。これちょっといろいろな文献でいろんな説があったりはするんですけれども、その一つとしては、氷と塩を混ぜて溶けた寒剤、これが一番冷たいと、その時は思われていたという説がね、あるみたいですね。それの温度を0度にしようと考えたということです。で私この実験やったことがあって、この、氷に塩をかけると凝固点効果というのが起きて、いわゆるその凝固点というものが下がっていくので、その時にどんどん周りの熱を奪っていくんですね。それによって、だいたい私が実験した時とかだとマイナス17度とかまで、摂氏でごめんなさいね、可視派じゃないからね、ごめんなさい、摂氏派だから摂氏派で、マイナス17度とかまでいくわけですね。だからそのマイナス17度ぐらいをファーレンハイトは、その可視で言うと、0度としようと思ったわけですよ。可愛くないですか？一番冷たいものなんだろうって言って、じゃあそれ0度にしようっていうこの主観、この気持ち忘れたくないよっていう風にね、やっぱ思っちゃうわけですよ。でじゃあ今度高い方はどうしようかっていう時に、人間の体温がその氷の溶ける温度のちょうど3倍ほどになってるっていうことで、氷の融点を、その可視で言うと32度として、人間の標準体温をその3倍の96度としようっていうふうに考えた。もうこれも可愛い。もう何それ
もう基準が全部自分のこう思いついたものっていうので定めちゃおうっていうあたりがもう私大好きで、でもなんか私たちからするとちょっと中途半端な数字に見えるじゃないですか。なんか32度とか96度とかってなんですけど、まあ私たちはこう10進法10、20、30っていうものに慣れちゃってますが、まあ、例えばですよ、あるロープを渡されてでこれ10等分してくださいって言われたら難しくないですか？定規なしで半分に折って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 5回半分に折ったら32分の1になるわけじゃないですか。だから意外と100等分するよりも32等分するっていう方が温度とかを刻むにも、やりやすいんじゃないかっていうことのこの32というかこの絶妙な数字を、使っているということらしいですね。そこまで考えてガブリエルさんはすごいたまたま人間のね、どうなんですかね。その辺はちょっと真相は本人に聞きたいですけれども、はい、一応そういう2の5乗というところで、結構そういう考察されてる文献はありますね。で、このメモリですと水の沸点がから212度とかになるんで、だからなんかちょっとやっぱ感覚的に合わないですよね、今の私たちとは。摂氏とはちょっとやっぱ違うなっていう感じ。ですがこのファーレンハイトの作る温度計っていうのがやっぱ世界一正確で、科学者も一般の人もこのファーレンハイトの温度計を喜んで買ったそうで、なのでこのメモリというのも実は広く使われてきたというね背景があるわけです。でただ、ヨーロッパとかでも、今の私たちもそうですけど10進法の方が馴染みのある、そっちの方がいいだろうっていう人もいて、でその一人が、スウェーデンのセルシウスさんですね。これが摂氏の方ですね。でこの方はもうちょっと客観的に水の融点と沸点を基準にすると、これだとすごくある種再現性もあるということで、水の融点を0度で沸点を100度とした方がいいんじゃないかということで、これが今の私たちの使ってる摂氏の方なんで、実はだからね摂氏派なんですよね皆さんね。表記も違いますね。摂氏の方はド C でね C で書きますけれども、歌詞の方は F ドに F で書きますから、これがファーレンハイトの F ということでファーレンハイトドみたいな感じで言ったりもしますけれどもね。いやーこれすごいですよね。ガブリエルさんが決めたからこそ摂氏が生まれたってことです。いやそうですよね。そのつながりがあるし、でそっからまた日本では平賀源内が、温度計作りにチャレンジしたりとかねして、どんどんこう続いていって、今の私たちのこのルールがあるというところはぜひ皆さんにね、このサヤモグラフィー今愛用者としては今 Amazon でポチったら翌日に届くんですよ。あれおいくらでしたっけ？27,085円高い、めちゃ高いし、私の顔しか映してないしまだということでね、そもそもそういう温度というのをね、測ったりとか、定義をしようとした方々にやっぱ思いを馳せずにはいられない毎日ということになっておりますね。私的に、ファーレンハイトのどんなところに影響を受けたかと言いますと、最近やっぱサーモグラフィーの他にもちょっと秋月電子に行って温度計もちょっと自作したんですね。自分で作ってみたんですよ。でも私はもう文明の利器でもう温度センサーをただつなぐだけだったんですよね。舐めてるよね本当にもういやもう舐めてんなと思うんですけど、だけどなんかそもそもそういうメモリを定めるとかそういうルールを作るとき、基準を作るときってなんかこうやってやるんだって思って、すごい面白いなって思ったのがまず一つね。で2つ目がクイーンの Don't Stop Me Now って曲あるじゃないですか。もうめちゃめちゃ有名な Don't Stop Me Now Don't Stop Me Have a good time Have a good time、 それにこのファーレンハイト出てくるんですよ。多分もう聞き馴染んでる方はもうファーレンハイトといえばもうこの曲みたいな人もしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど、
これどこで出てくるかっていうと Burning through the sky at 200 degrees that's why they call me Mr. Fahrenheit ミスターファーレンハイトでこれ Burning through the sky at 200 degrees that's why they call me Mr. Fahrenheit ということは200度で空を駆け抜けるからみんな私をミスターファーレンハイトと呼ぶみたいな歌詞ですよね。でこれ歌詞温度で考えたら200度って水の212度ぐらいじゃないですか。ってことはだよ、この主人公は多分もうほぼ沸点に達してるっていうことを言いたいのかなっていう感じで、クイーンの歌詞に出てくるってすごいなーって思ったので、そこもちょっと感動したっていうところですかね。で改めて踊るサイエンスエンターテイナーとして、どんなヒントを得たのかということですけれども、やっぱこれファーレンハイトが発明した水銀の温度計を持ちながらクイーンを歌うしかないかなと思ってますね、今のところ。それで何の温度が上がれるんですか？そういう私の温度が上がれますクイーンを歌う私の、これサーモグラフィーでいいですねこれじゃサーモグラフィーでいいんだね。そうか水銀温度計を握りしめて Burning through the sky やっぱやるしかないかなって。そういうショーとかどうです？いいんじゃないですか？いいですか？いいですよね。科学者の名前も出てくるし、水の沸点の話もできるし、歌詞の温度もできるし、いいですね。1個コンテンツできましたね。はい。ということで、まずサイエンスエンターテイナー的には科学をさらにこう伝えるときにね、やっぱクイーン様がもうやってきたというところにもシンパシーを感じざるを得ないので、ちょっとそこを生かしていきたいなと思いましたね。ということで気になった方はぜひガブリエル・ファーレンハイト、さらにクイーンの Don't Stop Me Now も合わせてちょっと思いを馳せながらね、調べてみていただけると嬉しいです。意外とガブリエル・ファーレンハイトって日本語で Google 検索をするとあんまり情報が出てこないんですよね。なんか親が毒キノコで亡くなったぐらいしか情報が出てこなくてめちゃいらない情報なんで、詳しく知りたい方は本屋さんとかで温度の歴史とかそういう本探すと結構載ってたりするので、より詳しく知りたいという方はぜひそちらも見てみてください。ドタバタサイエンスラディオ、ドタバタ科学ラジオ第29回、私五十嵐美希がリスペクトしている偉人特集第3弾、可視温度メモリを定めた物理学者ガブリエル・ファーレンハイトについてお届けしましたが、いかがでしたでしょうか？いや、私もいろいろ今回改めていろんな情報を調べたりしましたけれどもね、やっぱ面白いなと思ったんですよね。だから少しでも皆さんに何かね、響いたら嬉しいなと思います。ちなみにちょっと余談で、日本で初めて温度計を作ったのは平賀源内です。名前聞いたことあるという人もねいるかもしれませんけれども、日本国内で有用な動植物とか鉱物とかを集めて研究されてた方なんですが、薬水っていうものとしてアルコールを入れて温度計を日本で初めて作ったそうですよ。でもなんか最初はやっぱ簡単に作れると思ったらしいんですよ。なんですけどやっぱ全然作れなくて、やっぱ実際にやってみると難しいっていうことが言われているということですね。でさらにこの平賀源内の弟子の芝交換っていう絵描きさんがいるんですが、この芝交換はですね、自分で温度計を持っていて日々の気温を測ったり記録したりしているそうなんですよ。日々サーモグラフィーを持ち歩いて、なんかこれ聞いたことありますね。なんか2人とも温度計の持ち腐れっていうね両方とも持て余してますよね大丈夫かな。でもシンパシーはやっぱ感じるなっていうね感じですかね。こんな感じで歴史を紡いで私たちは温度を測れるということで、非常に最近やっぱ温度計にハマっている私からするととっても面白いお話かなと思いますね。こんな感じですごすぎる偉人を通して少しでも日常へつながる科学とか私五十嵐美希に興味を持ってもらえたら嬉しいです。今回の番組の感想などはぜひお便りもください。
井戸端会議のように語り合いたいなと思っています。すべてのお便りはドタバタ科学@gmail.com まで、ラジオネームやハンドルネームも忘れずにお願いします。ぜひお気軽に送ってください。 X でポストの際はとっても励みになりますので、ハッシュタグドタサイをつけてよろしくお願いします。そしてこの番組ドタサイを聞いて新しい出会いやお仕事ともつながれたら嬉しいです。お仕事関係の方、ぜひご連絡をお待ちしています。連絡先は所属事務所ワオエージェンシーのお問い合わせにお願いします。こちらはポッドキャストの概要に入れておきます。ということで、最後まで聞いていただきありがとうございました。最後はこの言葉で締めましょう。せーの、レッツ温度計サイエンス。東京都市大学特任准教授、踊るサイエンスエンターテイナー五十嵐美希でした。また次回をお楽しみに。メールで感想も待っています。バイバーイ。